こうやって執行であなたは座ったまま戦えますか？合気道と態度、投げか蹴りか、超低空バトル。白川隆二先生と中野哲司先生が超絶技巧で解き明かす日本武道座り技の世界。大興奮です。というわけで今日見せてほしいのは低い VS 低い。座ったまま相手を制する合気道の座り技。床を這うような姿勢から繰り出す態道の蹴り技。隆二 VS 哲司、一体どうなる？シチュエーションが面白いですね。面白いですね。ありえなくはないと思うんですよ。ちょっと最初座り技から見ていただけますか。こんな感じが。座り技をいきなり座ったらおかしいと思うので、こういうところなんで想像できるのが狭いところでの座りだと思うんですよね。こういうこれぐらい狭いところでの攻撃に対しての方法で押さなんか一瞬だな。うわできるので、座りってそういう狭い感じでやるものなんですよ。なんかすごい。中野先生、これ今さりげなくね白川先生やられてたけど、どうです中野先生から見て。恐ろしいですね。映ってないからちょっと待って。いや恐ろしいですよ本当に。もう今のこの執行っていうんですかね、この頭から骨盤までがもう全く動かない、もう神主さんみたいですよね。さーっとこう、態度は駒状に動けっていうふうにすごく駒状、教わるんですけども、まさにこう駒のようにくるくると回られてて、駒っていうのは軸が曲がらない、乱れないなんですよね。この先ほど座ってても先生は軸が乱れないでこうもうちょっと手だけでこうやってるというよりかは、私はできないですけどこう軸ごとこう動いてるように見えるんですよね。手と体がこう一体となってる形が素晴らしいですよね。自分のこの頭から骨盤までをこう一気にパッて動かせるっていうことは、その軸のパワーがあるので、それを相手に伝えてるんだと思うんですよね。でなんだったら相手の軸のパワーをもらってやってると思うので、その2人分の重さをかけにいってるっていうんですかね。物理学だと思います。すごいですよね。そこに呼吸だとか読み合いが入ってるんだと思うので、いやもうちょっとすごいですね。座った時にこう自在性があるっていうのはいいですよね。必ずこうやらなくてもこう動ける。確かに何かこういうロボットがいるみたいな。強さ、狭い場所だったら立てない時があるんですよ。確かに。ですからちょっと壁際であえてやったんですけど。白川先生はだからよっこらしょってないわけですね。こう座ってる。それがないってことなんですよ。こういうのがないので、こう入ってくる。怖い。なるべく肩の高さが変わらないで入ってくるから、これが入ってくるってことなんですよ。これぐらい低く。タカさんちょっと体験してみたいな。これは空手家タカさんも体験。今横から見てて、ここのラインがあんま動かない。そうなんですよ。動かないちょっと体験してみて。ちょっとじゃあ正座。はい。ああ、ほらみたいな。ほら。これやだな。これ本当嫌。本当いきなり来るって下からの感じ。入りって態度とかの蹴りとかと同じで、一番見えない場所なんですよ。で座った状態がこういくわけじゃなくて、こういけるので。ですよ。ドカーンロケットバーンみたいな感じ。まっすぐのまま迫ってくるの。これわかんないし、動き正中守りが入るので、ちょっと待ってください。じゃあ僕も体験しますから。本当かな。これは体験するしかない。はい。なるほど。よっこらしょ全くない。こういうのがないの。こういうのがない。はい、そう、こういうのがないんですよ。座ったまんまが来るって感じだよね。だけど立っててこの状況にパンチを避けることもないですけど、こう動いていけるっていう感じです。求めてない。マジかこれ。いつかない、座ってる中でもいつかないで、こういつでも。おお、すごい。やっぱりちょっと人間じゃないみたいこれ。こういう C 型ロボットみたいな。で本当にバットみたいですよね。で前に来る感じですよね。先ほど西監督の足も
こう難なくこうそ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 うしかも安全にそう操って転がしてるので、そこがまたすごいです。そうなんですよ。強引さが全くないという。あ、掴まれたとか押されたって感じがないのね。自分がバランス取ってるからやっぱり相手をきれいに崩す一緒に倒れたら本当もっと効くんですけど、でもバランス取ることで相手の気遣いもできるんですよね。でも先生ここから在蹴り、そうですね、私在蹴り来たらこれも同じ角度なので、そうなんですよ。じゃあ全員で、はい。せーの。在蹴り来たらい怖い。やでもさっきのこう蹴りが出る前にもそう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 。来られてると思います。在蹴り、これは確かに相手をパッと押さえちゃう。で、あとどうするかはその行動して。中野先生、態度にも正座からの技はあるんですよね。正座からの技っていう型はないんですよ。型はないんですけども、帯同のこの例えば線、変、連、点という動きが、できないかっていうとそうでもなくてできるっていう感じです。で正座って動きやすいんですよ。だから正座するんですね。なんで体育座りじゃないかっていうと、体育座りの方が動けないんですよ。はい。で例えばもうちょっと動けないのであぐらがありますよね。あぐらからの技っていうのが出せまして、例えば正座だったら正座で、例えば前だったら先ほど見せた在蹴りだとか、後ろだったらエビ蹴り、そのままエビ蹴りがある状態ですね。であぐらでしたら、例えばこう横の状態にいたとしてですね、そのままこうマジでもう何？でも分かんないですよ。この聞いてる。俺はもう一回やってもらえますか？バランスを崩しちゃいけないっていう考え方を排除してるのが態度なんですね。むしろバランスが崩れてる時の方が強い力が打てるのが変技、倒木状といいまして木が倒れるように打つので、バランス保とうとしちゃダメなんですね。思い切って倒れるので、倒れられないんだったらちょっとまた話が変わってくるんですけど、倒れられるんだったら打てるってなりますね。だから疲れても倒れちゃいすればいいので、切ってもらっていいですか？こうやって執行で。おお。さっきの円の動き。もう一回お願いします。ついてないです。はい。おお。何これ。こっちも来るんだ。すごい変面です。ちょっとダメージがいいか。いやもう何が起きてるかよくわからない。何がよくわからないんだけど。いや変面時代ですね。逆来たらちょっと執行だけに逃げるのは難しい。ちょっと転がって距離取った方が。ちょっと壁側でやってみませんか？ここでこうやられたらちょっと円の動きとかだったらこうなってますよね。私もやりづらいですけどね。おお。ただもうこう逃げますね。こう逃げた方が早い。すごいですね。これ膝で歩いてる、今一歩二歩三歩が膝で歩いてたのに、これと一緒なんです。すごい距離ですよね。一緒なんですよ、歩幅が。歩幅が恐ろしいですね。すごい。もうちょっと詰まると、中野先生も私は逃げながら蹴るってなります。近い場合はまず離れようって思うので、はい、そうですね。この中野先生の場合だと私も絶対近づきますね。こう来たら全部周り詰める。で周りこうって私は逃げていきます。なるほどなるほど。先生が来たら回し蹴り来たら。うわすごい低い。逃げると同時に出すわけですか？こっち側でも足を上げてちょっと蹴るのでいいですか？はい。でこれぐらいででもこの蹴りをかわされたらどうします？ちょっといいですか？はい。このまま態度はこうその下から上の高低差を生かす武道なので。顔面蹴られちゃいますね。そのままもうこの飛燕突きってこういう突きがあるんですね。飛燕突きって言うんですけど、高さありますもんね。これはすごいですね。高低差で虚実を作るっていうのが態度は3次元の武道っていうふうに宿峰先生がおっしゃってまして、なるべくこの次元ではなくて低い場所とか高いところとか、そういういろんなステージで戦いなさいっていうのがコンセプトであるんですね。でも中野先生の跳躍力すごいですよね。すごい。座った状態から白川先生すぐできると思います。執行ができればそのまま変なし膝伸ばすだけなので、
結局ジャンプする準備がもうできているんですけど、多分ジャンプする必要がない武道なんですよね。中野先生もよいしょという動きがないですね。よいしょのよいがもうやってると、もうこの状態がよいですね。準備できてるってこと膝曲がってるのであと伸ばせばいいだけなので、もう一回沈む必要がないですね。中野先生しかできないですけどね。なかなかできないです。これはすごいですね。先生もできると思います。なるほど。もし白川先生に捕まっちゃった場合はどうします？固められきっちゃったらきついのかな。やってますね。例えばこういう。いいですね。固められつつですね、今の。いや、めちゃめちゃ実践的ですね。このままこういう感じになりますね。非常に実践的だと思います。それかここで蹴ってもこことここが揃っちゃってると多分決められちゃうので、足をこっちに持ってきてで絡む。なのでこう受け身に近いと思うんですけど、このままもうこういう感じで自分からそれ素晴らしいですよね。抑え技の時にここ体育からこっち側をバッてこう蹴っていくってことそれを座りでやってるんですもんね。そうですね。絶対いいですよ。なるほど結ね。局体重はここにかかるので、逆らったらエネルギーいるじゃないですか。力比べなんですけど、そこを使ってもうすごい感じですまあでも実際には私がこうやって足上げた瞬間、白川先生危ないってバターンってされると思うんですよ。なんか私が蹴る蹴らない関係なく上がったと思ったらバンって下げられると思いますね。多分同時ぐらいで蹴られて抑えれるぐらいかもしれないです。クリーンヒットはなくて当たるんですけど抑えれるから終わりみたいな感じ。接触していると次の動きが読めるんですか？触ってるので伝わりやすいですね。なのでここの手をプランプランにするのか、掴まれたのをこう押しながら蹴りに行くのか。プランプラン？そうプランプランにしちゃえば情報がいかないので。でもしくはこの手を前にやってるさ。これが一番怖いですね。これいいですね。ここはこの手をこう自分からもう持ってってくださいっていうふうにやって、ここでもいいかもしれないですね。そのまま滑っていくと上に行くので。白川先生どうします？こういうふうには取らないかもしれない。こう来たらこっちは行っちゃいますよね。本当そのままに居つかないですよ。なるほどなるほど。回転蹴りきそうですもん。自分が動物だった気持ちになっちゃうんですよ。今みたいに抑えられちゃうと。今やっぱ制されたって感じですか？制されたと思いますね。いわゆるこうから絶対こう止まるとかじゃなくて、一瞬だけ絶対こうやったらこういう感じで綺麗に側面取れないので、ここからここのワープですね。ワープしてますよ。その速さ勝負、中野先生も速いのでその速さ勝負になると思うんですよ。そうですね。多分中野先生もそれに対応してまた来ると逆側も来るかもしれないので、もうセオリー通りにはいかない。これで迷ったらもうおしまいですよ。こっちに行こうかなこっちに行こうかななんて思ったらもう一発アウトですね。合気道家の方にうつ伏せにされたらもう戻れないので。そうでも中野先生充実やられてるの戻れると思います。普通の方は戻れないですけど中野先生は戻れると思います。なるほど、わかりました。我ながら非常にいいアイデアでしたね。この低い VS 低い。面白いですね。面白いです。白川隆二先生の合気道新シリーズ2023、まだまだ続きます。次回をお楽しみに。合気道を味わおう。そして2022年の名場面集を合気道新部連成塾チャンネルで公開中。そちらもぜひご覧ください。 Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。